ファン・ジニについてお話ししましょう。このドラマは2006年に制作されました。1話の放送時間は約1時間で全24話です。韓国歴史ドラマとしては比較的短めの作品です。このドラマは朝鮮王朝時代に実在した最も有名なキーセンであるファン・ジニの生涯を描いています。キーセンとは日本で言うと遊郭の花魁に近い存在ですが、彼女たちは芸術や文化の担い手でもありました。ファン・ジニはその中でも特に卓越した才能を持ち、朝鮮王朝時代を代表する詩人としても知られています。正直にお話しすると、このドラマの内容はとても重かったです。悲しい、辛い、苦しい、寂しい、そして儚いという感情が物語全体を通じて感じられました。キーセンという職業の特性を反映しているのか、登場人物の笑顔は時折見られるものの、本当に心から笑っているわけではないように見えました。俳優さんたちが身にまとう美しい衣装や装飾は見応えがありましたが、それがかえって登場人物たちの内面の苦悩を引き立てているようにも感じました。また、この作品では誰一人としてハッピーエンドを迎えていません。キーセンとしての恋愛も複雑で、偽りの恋愛関係を演じているのか、それとも本気の恋愛であっても自分が傷つかないために偽りだと思い込もうとしているのか、そんな彼女たちの繊細な心情が垣間見える作品でした。しかし、韓国歴史ドラマにはキーセンがよく登場することもあり、キーセンについてもっと知りたいという思いから最後まで見続けました。見終わった後、しばらく何とも言えない感情に包まれ、余韻が残りました。視聴する際は、心が安定しているタイミングで見ることをお勧めします。歴史上の史実のファン・ジニについてお話ししましょう。キーセンとしての名前はミョンウォルです。生没年は正確には分かっていませんが、おおよそ1506年から1567年頃と推定されており、亡くなった時期は61歳頃とされています。彼女が生きたのは朝鮮王朝時代第11代王チュンジョンの治世です。日本では戦国時代にあたります。中国大陸では
明の時代。ヨーロッパはルネサンスの時代にあたります。このチュンジョンはドラマチャングムの誓いに登場した王様で、ドラマの中で時折その姿を見ることができます。つまりファンジニとチャングムは同じ時代に生きていた人物ということになります。ファンジニは王宮のあるソウルではなくソンドで活躍した人物です。ソンドは高麗時代の王都で、現代では北朝鮮のケソン市にあたります。この町は韓国との国境に近い場所に位置しています。ソンドという名前は、町が松の木の多い山々に囲まれていることに由来すると言われています。ファンジニが生きた時代には、ソンドはすでに古い都とされていたようです。日本に例えるなら、鎌倉や京都、奈良のようなことが思い浮かぶでしょうか。ソンドはソウルから約 56km の距離に位置しています。この距離感は関東だと東京日本橋から神奈川県平塚市あたり、関西だと大阪城から兵庫県明石市あたりに相当します。また、ソンドを代表する名物として、ソンドサムジョルが挙げられます。それは、一つ目、パギョンポクポという滝。二つ目、儒学者のソ・ギョンドク。三つ目、聡明で美しいキーセン、ファンジニの3つです。キーセンとは、朝鮮半島においてある特定の職業に従事する女性を指します。その職業とは、高級官僚や外国施設の艦隊、王宮の宴会などで舞や音楽を披露し、さまざまな娯楽を提供することでした。朝鮮王朝時代には、キーセンを管理する役所、キーセンチョンが存在し、国家によって組織的に管理されていました。このため、身分はのびでしたが、知識人としての側面もあり、実際には中院、つまり中流階級に近い扱いを受けることもあったようです。キーセンの歴史は高麗時代から朝鮮王朝末期まで続き、約1000年間の長きにわたって存在しました。常時2万人から3万人ものキーセンが存在し、各地方行政単位ごとに各地に配置されていました。私的に雇われたキーセンも存在しましたが、その多くは国家が所有する
官美として活動していました。キーセンは外交的な役割を担うこともあり、中国大陸に昆女、つまり貢ぎ物として輸出されることもありました。キーセンの起源については諸説があり、明確ではありませんが、高麗時代に組織化されたようです。高麗時代、国は所有するノビの中から美しい女性を選び、歌や踊りを習わせました。それはコリョヨアと呼ばれました。国はチャンアゴンという学校を設立しました。女性たちはこの学校に登録され、歌や舞などを教わりました。登録された女性たちは地方官僚や軍人たちへの役割を担うため、地方に派遣されることもありました。時には国境を守る兵士たちのために裁縫をしたり、お酒の相手を務めたりして、士気を高める役割を果たしました。この制度はしっかりと運用され、王宮での歌や踊りを習得するための巨番という専門の施設も設立されました。これにより、彼女たちはスペシャリストとして王宮や地方で幅広く活躍しました。朝鮮王朝時代のキーセンは、高麗時代から続くコリョヨアを基盤としていました。キーセンを管理する役所、キーセンチョンが存在し、国家によって組織的に管理されていました。ちなみに、チャンワゴンは、朝廷の儀式などでの音楽の演奏を担当する部署となりました。キーセンは歌や踊りだけでなく、王宮での医療や衣服の縫製も手掛けるなど、多岐にわたる役割を担っていました。キーセンには国家が所有する官妓と私的に雇われたサギがいましたが、その多くは国家所有の官妓でした。官妓には王宮に使える軍妓と地方に派遣されるキョン妓が存在しました。彼女たちは美しい衣装を身にまといながらも、その身分はノビに分類されていました。キーセンになる女性は、ノビ出身者だけでなく、没落したヤンバンの娘や孤児などもいました。キーセンは身分の高い人々を相手にするため、歌や踊りの技術だけでなく、学問や詩歌、さらには鍼灸などの知識も身につける必要がありました。また、美しい服や装飾品を身につける彼女たちは、
服飾の流行をリードする存在でもありました。男尊女卑が強かったこの時代において、女性が職業を持ち成功することは非常に困難でした。しかし、上昇志向のある女性にとってキーセンになることはお金持ちになるための数少ないチャンスでもありました。